皆さんこんにちは。AM ジャパニーズの綾乃です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今日この動画を撮っているのは11月の3日です。11月の3日が日本では何の日か皆さん知っていますか？ 11 月3日は文化の日と呼ばれる日本の祝日です。なので今日は日本の文化6つご紹介したいと思います。ぜひ感想もコメントに書いてくださいね。では行ってみましょう。レッツゴー。1つ目。皆さんは混んでいるカフェ、人がいっぱいいるカフェに行った時に席を探すの大変だなって思ったことはありませんか？日本では注文をする前に席を取るようにみんなしています。で、どうやって席を取るかというと、自分が持っているもの、持ち物をテーブルの上に置くんです。例えば、自分が持っているカバンをテーブルに置くとか、スマホをテーブルの上に置くとか、持っているもの何でもいいんですが、何か持ち物をテーブルに置いて、ここは私がこれから座りますよ、ここは私の席ですよとアピールするんですね。結構当たり前のように日本のカフェレストランなどでは見られる光景です。なので海外のお友達の何人かはそれが大丈夫って不安になるっていうのを聞いたことがあります。皆さんの国ではどうですか？2つ目、コンビニがすごい。皆さんは日本のコンビニに行ったことがありますか？まだという方はぜひ行ってみてください。日本にはセブンイレブンやローソン、ファミリーマートなどたくさんのコンビニがあちらこちらにあります。そしてすごいのは24時間365日年中無休で空いていることもすごいですし、あとはたくさんの品揃え、商品のバラエティがあります。例えば温かい、お弁当も食べられますし、飲み物、お酒もあります。あとはお菓子もありますし、アイスクリームもあるし、タバコもあるし、雑誌もあるし、日用品、歯ブラシやパンツもあるし、何でもあります。本当に何でもあります。お金の支払い、電気料金だったり、ガス代金などの電気料金の支払いもコンビニですることもできます。本当にコンビニエンスストアというくらい便利です。もし日本のコンビニに行ったことある方、どのコンビニがお好きですか？そしてまだという方はぜひ行ってみてくださいね。皆さんの国のコンビニ、もしある場合どんな感じかぜひ教えてください。3つ目、お酒文化。皆さんは居酒屋ってご存知ですか？居酒屋というのは美味しいお酒や美味しいご飯を食べながら友達や会社の仲間たちなどとみんなでワイワイ楽しむ場所です。花金と呼ばれる、金曜日ですね。花の金曜日ですになると次の日がお休みという方が多いので、1週間月曜日から金曜日までお仕事が終わった後の、時間ですね。もう次の日も休みだし、みんなで楽しく遊ぼうぜみたいな、そういうテンションでですね、夜の街へ繰り出すわけです。花金にですね。そして、多くの方が居酒屋に行ってお酒を飲んだりご飯を食べながらみんなでおしゃべりで盛り上がります。それで、飲みすぎてしまう人も結構いっぱいいるわけです。それが酔っ払いです。酔っ払いが、どうなるかというと、中にはですね、駅のホームでそのまま寝てしまったり、道で寝てしまう人も結構いっぱいいるんです。で、スペインの友達に、日本に行った時に何にびっくりしたって聞いたことがあるんですけど、その時に
道に人が寝てることがびっくりしたって、大丈夫かなって心配になったって言ってたんですね。それが酔っ払いです。日本では酔っ払って道で寝ていても、あまり何か事件が起こるということがあまりというかほとんどないですね。安全なんですよ。なので安心してそうなってしまうまで、酔っ払って寝てしまうぐらいになるまで飲んでしまうんですね。はい。なので、お酒文化、酔っ払い文化っていうのは結構昔から今もある、文化なのかなと思います。私はお酒を飲んで意識がなくなった、気づいたら朝だったということはないんですけど、周りでは結構あるみたいです。例えば朝起きたら知らない人が横に寝てたとかなんかよくドラマとかでもそういうシーンってあるんですよね。はい。なので日本人は中には記憶がなくなるぐらい飲むという人もいるっていうことを。4つ目、落とし物が返ってくることです。これは結構有名な話ですかね。YouTube でも、多くの方が実験動画で落とし物をした時、日本人は拾ってくれるのかという、実験をしている方も多いですよね。私も見たことがあります。本当に、高い確率で落とし物は戻ってきます。はい。なのでもし日本に行った時何か落とし物をしてしまったという時は諦めずに最後まで探してみてください。もしそういう時は、駅の落とし物センターっていうところだったり、あとは近くにある交番に行ってみるといいと思います。だいたい、日本人は、何か落とし物を見つけた時はそういった交番だったり駅の駅員さんに、落とし物を見つけましたって届けることが多いです。そういうふうに、教えられることが多いですので、大体はそういう、落とし物センターだったり交番に届けられて見つかるということが多いです。なので、もし落とし物をした時はそういう場所に行ってみて聞いてみてください。5つ目、自動のものが多いことです。自動のものでパッと思い浮かぶのって自動販売機ではないでしょうか。日本の自動販売機は本当にいろんなところにあって、もう種類もいっぱいですよね。飲み物はもちろんなんですが、スープだったりピザだったり、何でもあります。もうそれがあちらこちらにあるのですごく便利です。あとは飲み物もですね、冬になると温めてくれるので、あったかいコーヒーとかあったかいスープを飲めるっていうのも嬉しいですよね。はい。あとは自動でっていうのはタクシーのドアです。皆さんは日本のタクシー乗ったことありますか？日本のタクシーのドアは自分で開くんですね。タクシーの運転手さんが開けてくれます。自動のドアで。なので皆さんはタクシーに乗りたいときは、自分で開けずに待っていてください。タクシーのドアが自動でびっくりしたっていう方たくさん聞きます。はい。あとはトイレの蓋ですね。トイレに行こうと思ってトイレのドアを開けたらトイレの蓋がパカーって自動で開くんですよ。はい。全部ではないんですけど、そういうトイレも多いです。外国の方でもトイレ入ろうと思ってガチャってドアを開けるとウィーンって開いたのにびっくりしたという方たくさんいらっしゃいますよね。日本には本当にそういう、自動のものたくさんありますので面白いんじゃないかなと思います。皆さんはどんな自動のものが好きですか？欲しいな、自分の国、私の国にもあるといいなって思うものありますか？最後の6つ目は時間厳守なことです。日本の交通機関、例えばバスや電車、
などは時間通りに来るというのでとても有名です。なので日本人の人も、結構時間通りに来るのが当たり前と思っていることが多いので、1分でも遅れるとまだ来ないの？なんで？って不安になったりイライラしてしまう人が多いです。特に都会になればなるほどそうなんじゃないかなと思います。1分でも遅れたらやばい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 って気持ちが焦っちゃうんです。はい。どうですか、皆さんの国では。あと交通機関だけじゃなくて、お友達との予定、パーティーの予定とかもそうです。例えば、友達と、そうですね、6時に待ち合わせをしたとしましょう。皆さんだったら何時に行きますか？日本人は大体、みんなではないと思うんですが、多くの人が5分前、6時の5分前なので、大体は5時55分とか、10分前の人もいるかもしれません。できるだけその予定の時間よりも前に着くことを意識しています。小学校の時から時間5分前行動っていう言葉があるぐらい、時間よりも前に座って準備をしておくっていうのが、教育されます。例えば9時から授業が始まるっていう時は、チャイムが鳴る、9時ですっていうチャイムが鳴る5分前には座って次の授業の準備、テキストを出したりノートを出したり鉛筆を出したりして待っておく。そしてチャイムが鳴ったらもうスタートできるという状態にしておくっていうのを、習慣づけられます。っていうのもあってか、大人になってからも、そういう集合時間だったり、待ち合わせの時間ですよねっていうのは守る。それよりも早く来る。そして待っている相手に待たせないっていうのを結構意識することが多いんじゃないかなと思います。はい。皆さんの住んでいるところではどうですか？時間前に行きますか？それとも時間よりも後に行きますか？今回の動画では文化の日ということで6つの日本の文化についてお話ししました。他にもたくさんの変なところや面白いところ、いいなって思う文化たくさんあると思います。ぜひ皆さんが、思う日本の文化についてコメントでも教えてください。そして皆さんの国の、いいところ、嫌だなと思うところももしあればぜひ教えてください。今回の動画面白かったなと思う方はぜひいいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。